場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。高級寿司店に響く冷たく鋭い声。それに実家が貧乏だった俺をかっぱ巻きで十分と嘲笑っていた同級生の顔がどんどん青ざめていく。本当に申し訳ございませんでした。お願いします。許してください。それでも言い訳を繰り返した彼だったが、最後にはこうして土下座して謝罪をする羽目に。お前は自分が何をしたか分かってるのか。取引がなくなったらうちはおしまいだぞ。そんなことも分かってなかったのか。激高する上司の叱責に涙目になって謝罪を繰り返す同級生の姿は哀れでしかなかったが、これも全て自業自得でしかない。いくらいい学歴を持ち大手の会社に入ったとしても、人としての最低な行いは許されないのだ。そのことを同級生は40代半ばという年齢になってようやく学ぶことになった。あまりにも大きな後悔とともに。俺の名前は佐藤聡。地元の工業高校を卒業後、地元の会社に就職した。高校卒業して以来、ずっと同じ会社で土木作業員として働いている。現在は45歳になり、部下もでき、現場責任者も任されている。俺の実家は町工場を経営していた。工業高校に行ったのも実家で働くためだったが、高校1年生の時に倒産した。俺が幼い頃から経営状態は悪かったのだ。貧乏だと同級生からよくバカにされていたのを覚えている。幼いながらも貧乏であることは自覚をしていたが、それでも俺は頑張って働く両親のことを尊敬していた。毎日汗かいて必死に働く父さんの姿や、それを支える母さんの姿をずっと近くで見ていたからだ。だからこそ同級生にバカにされることは本当に悔しかったし、何も言い返せず悲しい思いもした。それでも俺は実家の町工場で父さんのように働くことが夢だったのだ。工業高校に進学した後に倒産してしまい、夢は叶えられなくなったが、俺の気持ちは前向きで、工業高校での勉強が活かせる仕事に就こうと決めた。そこで知ったのが土木作業員としての仕事だ。自分の仕事が形になって残るところが俺にとってすごく魅力的に思えたのだ。そして無事に今の会社に就職することができた。決して大きな会社ではなかったが、土木作業ならここと言われるほど地元の建築業界では有名な会社だ。長年勤めている間に社長も変わり、今の社長は俺が高校卒業してすぐの時に俺の面倒を見てくれていた人だ。たくさん怒られたこともあったが、今では俺を信頼してくれており、現場責任者を任せてくれている。社長になってからも俺のことを気にかけてくれ、真面目で責任感があると評価してくれているのだ。サトシ、お前はもう責任者なんだから、きちんとみんなに指示できる人になれ。今のままじゃまだお前を次期社長にはできないぞ。いつからか社長は俺を次期社長にしたいと考えていることを話してくれた。言葉もきつく、この年になっても怒られることはあるが、それだけ期待をしてもらえていることが本当に嬉しかった。お客様の要望にも応えながら、作業員に無理をさせないようにと大変なことも多い。しかし、いつかはお客様にも他の作業員にも信頼される社長になれるよう日々努力をしている。そんなある日、兄貴から食事に行かないかと誘われた。お前が初めて現場責任者を任されたあの寿司屋に行こう。俺が初めて現場責任者を任されたのは高級寿司店の建築現場だった。俺にとっては結構背伸びした店だが、せっかく兄貴が誘ってくれたのだからと行くことにした。兄貴とは今でもたまに会ってお互いの仕事の話をするなど関係は良好だ。昔から頭が良くて何でもできる兄貴のことを俺は尊敬していた。今は精密部品を作る工場を経営している。
兄貴も実家の町工場を継ぐために工業高校に入学し、町工場で働く前に勉強も兼ねて工場勤務をしていた。しかし、継ぐ前に倒産してしまい、その後、当時勤めていた工場を辞めて独立をしたのだ。兄貴は手先が器用で、丁寧で細かい作業が得意な職人気質だった。持ち前の技術と頭の切れの良さでオーダーメイドで精密部品を作る会社として成功している。今では兄貴の会社が必要不可欠という会社も多いほどだ。経営のこともしっかり勉強していたことも知っているからこそ、独立して成功させた兄貴のことは本当にすごいと思っている。忙しい今でも今何の仕事をしているのかと気にかけてくれたり、現場責任者になったといえばお祝いをしてくれたりと、本当に兄貴としても素晴らしい人だ。俺はそんな兄貴に久しぶりに会えるのを楽しみにしていた。兄貴との食事の日、仕事が押して約束の時間に遅れてしまった。一度帰って着替えるつもりだったが、時間もなくこれ以上待たせるわけにもいかない。今日は打ち合わせや事務作業ばかりで作業着が汚れていないこともあり、俺は仕方なく作業着で寿司屋に直行することに。寿司屋に着くとすぐに兄貴が待つ個室へ案内された。ところがその途中で突然男性に声をかけられた。おい、お前サトシじゃないか。俺が振り向くと、やっぱりそうかと言って俺の姿を見ながらバカにしたようにケラケラと笑っている。俺と同じ年くらいの男性だ。俺はそのバカにしたような態度から小中学校の同級生である宮野正也だと気づいた。正也は子供の頃俺のことを貧乏だと言ってバカにしてきた張本人だ。両親のことをバカにしてきた正也のことは大人になってもたまに思い出してしまうほど嫌な思い出として残っている。ずっと恨んでいたというわけではないが、そう簡単には忘れられない。そのため30年ほどぶりに会ってもすぐに誰か分かってしまったのだ。正也か、久しぶりだな。俺はいろいろな記憶がよみがえったが、もういい年だしとぐっとこらえ平然と挨拶をする。お前老けたな。同い年には見えないぞ。正也はこんな年になった今でも変わっておらず、久しぶりに会った二言目でそんな失礼なことを言ってくる。はは、もういい年になったからな。やっぱり貧乏で苦労してるとすぐ老けるんだな。俺は作り笑いをして嫌味を受け流すが、正也の悪口は止まらない。今度は俺を上から下まで見定めるようにじろじろと見てきた。こんなところで何してんだ？修理にでも来たのか？きっと俺が作業着姿であることからそう思ったのだろう。いや、仕事帰りで今日は食事で来たんだ。すると正也は目を見開いて驚いた顔をした後、大きな声で笑ってきた。場違いすぎるだろ。笑わせないでくれよ。そう言ってお腹を抱えながら大声で笑い続ける。いくら時間がなかったとはいえ、高級寿司店に作業着姿で来てしまったことは自分の落ち度でもあるため、俺は黙って耐えた。こんなに笑われることでもないとは思うのだが。そういえば、お前の実家の貧乏工場、潰れたんだよな。今度は実家の話を持ち出してきた。なんとも楽しそうに。ああ、そうだよ。昔っから今にも潰れそうだったもんな。むしろよく持ってた方じゃないか？実家のことを悪く言われて、俺はだんだんと抑えていた怒りがこみ上げてくる。しかし、店の中で喧嘩をするなんてことはできないと黙って耐えるしかなかった。お前、同窓会も来ないから心配してたんだよ。まあ、きっと実家も潰れて、今も貧乏だから恥ずかしくて来れなかったんだろうけど。俺は数年前にあった同窓会に出席していなかった。どうしても外せない仕事があり、出席していなかっただけなのに、勝手に決めつけて好き放題言ってくる。同窓会は仕事で行けなかったんだ。何も恥ずかしいなんて思っていないよ。俺は平然とした顔ではっきりとそう答える。
すると、俺を見るマサヤの目が細くなって、ふーんと鼻を鳴らした。仕事？お前今何の仕事してんだ？土木作業員だよ。このやりとりにめんどくささも感じていたが答える。するとまたマサヤはケラケラと笑い出した。土木作業員って、そういえばお前、底辺の工業高校に進学してたもんな。そんな仕事しかできないんだよな。誇りを持ってやっている仕事をバカにされ、再びイラッとする。すると得意げな顔をして名刺を取り出して俺に差し出してきた。俺、大手電機メーカーで課長してるんだよ。お前と違って一流大学も出ているしな。マサヤは高校は進学校に行き、大学も有名なところを出ていると同級生から聞いたことがある。マサヤの働く電機メーカーも誰もが聞いたことのある会社で、そこは確かにすごいと思った。それを自慢し、マウントを取ってくるところに呆れてしまうが。そうなんだ、すごいな。俺んちは貧乏じゃなかったし、妬む前に両親を恨むべきだな。俺が褒めたことを素直に受け取れないのか、妬んでいると決めつけ、また両親を悪く言ってきた。さすがに俺も我慢の限界で怒りを爆発してしまいそうになる。その時、俺の名前を呼びながら近づいてきた人がいた。佐藤さん、どうされました？俺を呼び近づいてきたのはこの寿司屋のオーナーだった。仕事で携わった際、何度か顔を合わせていた。最後に会ったのは随分と前のはずだが、覚えていてくれたらしい。あ、すみません。同級生にばったり会ったもので。マサヤは俺とオーナーが会話していることを少し不思議そうに見ながらも、今度はオーナーに話しかける。あ、このお店の人ですか？こんな場違いな人、お店の中に入れてもいいんですか？店のランクが下がってしまいますよ。マサヤはオーナーだということは分かっていないようで絡むように話しかけている。こういう高級店は俺のようなエリートしか似合わないですよ。そんな場違いだなんて思いません。どんな人にも食事をしていただきたいと思っていますので。マサヤの発言にオーナーも少し困惑したような顔で答える。いやいや、こんなやつに寿司の味なんてわかるはずがないんです。こんなやつかばわなくていいんですよ。美味しいと思っていただければこちらは満足なので。オーナーは大人の対応をしている。しかし自分の意見を否定されたのが気に入らなかったのか、マサヤはだんだんと怒り出した。お前、客に向かってその態度は何なんだ？責任者呼べよ。大事な客に舐めた態度取りやがって。責任者は私ですが、気分を悪くされてしまったのなら申し訳ありません。あんたがオーナー？なるほど。つまり所詮はこの店もこいつみたいなかっぱ巻きで十分の底辺が似合う店だったってことだな。俺のせいでこの店もバカにされてしまった。俺はカッとなって慌てて割って入った。その言い方はこの店の方に失礼だ。俺のことはバカにしてもいいけど、この店をバカにしたことを謝れ。うるせえ。誰に向かって口を聞いてるか分かってんのか？俺は大手電機メーカーの課長だぞ。切れ散らかすマサヤに俺もオーナーも呆れて言葉が出ない。もういい。ここの店は底辺の場違いが来るような店だって上司にも言って使わないようにするからな。マサヤはそう言って俺とオーナーを交互に睨みつけた。その時、場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。そう言ってやってきたのは兄貴だった。佐藤さん、どうしてここに？マサヤは兄貴を見て驚き、さっきの態度からは想像もできないほどペコペコと頭を下げる。兄貴、ごめん遅くなって。俺がそう言うと、マサヤは驚いた顔で俺と兄貴を交互に見た。兄貴？
マサヤがすっとんきょうな声を上げる。兄弟だとここで初めて知ったようだ。まあ、佐藤なんてありふれた名字なので想像することもなかったのだろう。オーナーさん、お仕事中すみませんでした。兄貴の謝罪と一緒に俺もオーナーに頭を下げると、オーナーは空気を読んでくれたのか仕事に戻っていった。兄貴は冷静に言葉を発しているが、顔つきから相当怒っているのが感じ取れる。まさか佐藤さんにお会いできるなんて光栄です。マサヤは何事もなかったかのように、そう言って兄貴の機嫌を取ろうとしてくる。その態度から前に兄貴がマサヤの話をしていたことを思い出した。取引先の人で俺たちと出身も同じで、俺と同い年の人がいると言っていた。その人がマサヤのことだったのだと気がつく。兄貴の工場でマサヤの会社の製品に使う精密部品をオーダーメイドで作っていると言っていた。マサヤの会社にとって兄貴の工場もその社長である兄貴も欠かせない存在なのだ。下手な芝居はいらない。君がお店のことを悪く言うような人間だったなんてがっかりだよ。兄貴は冷ややかな目をしながら低い声でマサヤに話しかける。しかしマサヤはその言葉を聞いて少しほっとしているようだった。店のことを悪く言ってることしか聞かれていないと思ったのだろう。マサヤは暗い顔をして少し悲しそうな顔をして演技を始める。僕も悪く言うつもりはなかったんです。でも、サトシ君とオーナーさんに場違いだって言われてしまって、ついカッとなってしまったんです。マサヤはそう言って、いかにも自分が被害者だというように話す。こんなことをお兄さんに言うのはどうかと思うんですが、昔から何かとサトシ君は僕の悪口を言ってきたりしてて。どんどん出てくるマサヤの嘘に、俺は怒りを通り越して呆れて笑えてきてしまうほどだ。どうやら兄貴も同じ気持ちらしく、ふっと鼻で笑い出す。今さらそんな嘘つかなくていいよ。そんな嘘じゃないんです。ご兄弟をかばいたくなる気持ちもわかりますが。嘘だと言われても、マサヤはそう言って自分を信じてもらえるように訴えかけている。そんなマサヤを見た兄貴はだんだんとまた顔をしかめていく。残念だけど、サトシと君の会話は最初から聞いていたよ。君がサトシのことを貧乏だってバカにしていた時からね。そう言われたマサヤは額に汗を浮かべて焦っているようだった。いや、それは。そういえば、小学校の頃からサトシのことをバカにしていた子がいたのを思い出したよ。彼だろ？そう言って問いかける兄貴に俺はうなずいた。小学校の頃から俺がバカにされているのを見つけると、いつも兄貴が助けてくれていた。それがここにいるマサヤだと気づいてしまったようだ。何を今さらそんな話。マサヤは全てがバレていることが分かり、開き直ったようにそう言った。その時、マサヤに慌てたように駆け寄ってきた男性がいた。すまんな、遅くなってしまって。どうしたんだ？どうやら揉めているのに気がついて慌てて駆け寄ってきたのはマサヤの上司のようだ。マサヤの上司は兄貴の姿に気づき、すごく驚いた顔をした。佐藤さん、お世話になっております。どうかされましたか？慌てて兄貴に状況を聞いている。ちょっと宮野くんのことでお話が。僕の弟やここのオーナーさんのことをバカにしたりして騒いでいたんです。するとマサヤの上司は目を見開いて驚き、慌ててマサヤに本当かと確かめた。マサヤは罰が悪そうな顔をした後、焦ったように否定をする。いや、違いますよ。小学校の同級生である弟さんに会って軽口を叩いていただけです。佐藤さんの勘違いです。軽口？あれは暴言です。僕はすべて聞いていたので。兄貴も上司にそう言って訴えかける。単なるじゃれ合いですよ。お兄さんだからかばってるんです。
マサヤはここまで来たら兄貴のことを敵に回してでも上司を味方につけようと考えているのだろう。そういうマサヤを見た兄貴は呆れたようにスマホを取り出して上司の前に出し動画を再生し始める。それは先ほどの一部始終が録画された動画だった。スマホで撮影してたんです。どう聞いても暴言だと思いますが。マサヤの上司はスマホを見てどんどん顔が青ざめていく。本当に申し訳ございません。私の教育不足です。マサヤの上司はそう言って勢いよく頭を下げ、俺と兄貴に謝罪をしてきた。なんでそんな。平謝りをする上司にマサヤは納得がいっていないようでふてくされている。いい加減にしろ。お前は自分が何をしたのか分かってるのか？そんな取引先の一つくらい失ってもうちは大手なんだから大丈夫ですよね。そこまで言われてもマサヤはまだそんなことを言っている。ふざけるな。誰であってもこんな暴言を吐いて許されるわけない。それに佐藤さんの会社との取引がなくなったらうちはおしまいだぞ。マサヤの上司は顔を真っ赤にしてマサヤをきつく叱る。佐藤さんの工場で作ってもらっている部品は他の工場では作れないものなんだ。そんなことも分かってなかったのか。マサヤの上司は未だに事の重大さが分かっていないマサヤに少し呆れているようにも感じる。マサヤは少しずつ理解してきたようでだんだんと顔が青ざめてゆく。それにここのお店はうちの社長の行きつけだ。もしこのことが社長に知られてしまったら。上司はそう言って遠い目をしていた。やっと本当にまずい状況だと理解できたマサヤが謝罪を始める。本当に申し訳ございませんでした。何も言わない俺と兄貴を見て土下座まで始めた。お願いします。許してください。マサヤはそう言って半泣きになっている。今日はすみませんが失礼します。兄貴はそう上司に告げ、俺たちは土下座するマサヤを置いて店から立ち去った。後日、俺と兄貴は先日の高級寿司店にやってきた。俺は先日の出来事をしっかりとオーナーに謝罪したかったのだ。先日はお店の中で騒がせてしまって本当に申し訳ございませんでした。するとオーナーは笑顔で俺に顔を上げてくれと言ってくれた。いえいえ、僕が自ら口を挟んだんです。佐藤さんはバカにされているのが許せなくて。俺はその言葉に胸がジーンと熱くなる。俺が一生懸命他のみんなと作り上げたこの店に来られているだけでも幸せなことだったが、そこのオーナーにこんな風に言ってもらえることはもっと嬉しいことだ。念願の寿司を兄貴と食べられていることもすごく嬉しかった。兄貴もありがとう。取引先を失うかもしれないのに俺のことをかばってくれて。何言ってるんだよ。あんな暴言を吐く取引先に断られても何とも思わないよ。兄貴はそう言って笑ってくれた。あれからマサヤの上司や社長が直々に兄貴のもとへ謝罪に来たらしく、今も変わらず取引を続けているそうだ。マサヤは左遷となり、僻地の子会社へ出向になったそうだ。俺をバカにしたばっかりにこんなことにまでなってしまったのは少々かわいそうだとも思うが、兄貴にその必要はないと言われる。誰であってもあんな風に人をバカにしている人は信頼できないし、いくら頭が良くていい大学を出ていても一緒に仕事をしたいと思えないよ。その言葉に確かにそうだと思い、これを機に変わってくれればいいとも感じる。でもあんなに昔からバカにされててよく真面目に生きてきたな。感心するよ。兄貴は笑いながら冗談っぽくそう言ってきた。俺は両親のことも尊敬しているし、二人みたいにしっかり働こうと思ってきただけだよ。そう言って笑って答える。それでも今回の一件でこの年になって真面目に頑張ってきてよかったとも思えた。
しっかり真面目に取り組んでいれば、寿司屋のオーナーのようにしっかり見てくれている人もいるのだと気づく。俺は今の夢である信頼される社長になるためにも、この気持ちを忘れずに真面目に取り組もうと改めて決心する。社長から次期社長の要請を正式に受け、経営についての勉強も始めた。これからも両親のようにしっかり働き、そして社長や兄貴、オーナーのような人になりたいと思う。